はい、皆さんこんにちは。ひだっちアウトドアのお時間でございます。今日なんですけども、ちょっとこちらをご紹介したいなと思って動画を回しております。今回ですね、切り出し七輪というものを購入いたしまして、ちょっとこちらのですね、簡単なご紹介と使い方とかのレビューができればと思っております。まず、こちらの切り出し七輪、なんかいわゆる皆さん思ってらっしゃる七輪とちょっと違う感じの、なんか高級感があるというか感じがすると思うんですけど、これですね、実際にホームセンターで売っている七輪の何倍もする値段が実際にします。でその理由っていうのが、ちょっとまずはこの七輪をちょっとね見ていただければなと思います。はい、ということでね、この七輪なんですけど、これは切り出し七輪って言って、そもそもの製法がまず違います。ホームセンターに売ってる七輪においても、この切り出し七輪においても、素材というのが珪藻土という、素材を使用しています。ただその珪藻土を採掘して、でそれを粉々に砕いて練って型に入れて押し込んだものが、いわゆる、安価に手に入るホームセンターとかで売っている、練り物七輪と言われるもので、今回こちらの七輪というのは切り出し七輪といって、珪藻土の、個体をですねそのまま採掘して割らずに、この形に職人さんが削り出してるんですね。なので切り出し七輪というような言われ方をします。なのでこれもともとは珪藻土の塊です。塊を職人さんが一つ一つのみを使って削り出している。なのでこういったですねところ、ちょっとのみの跡があるの分かりますかね。これは実際にこういった形の珪藻土をこういうふうにのみで削り出しているわけですね。でこちらも同様ですね。こちらも本体もこういった細かな部分も、これもつなぎ目なしでですね、丁寧に職人さんが削り出して作り出しているわけですね。で、削り出したものに対して、補強としてこういった金物をつけてですね、火力調整窓ですとか、こういったところを後で打って作ってらっしゃるということですね。はい、こういうような、なので一つ一つ手作りっていうのが一つ、大きな違いですね。で実際じゃあ削り出し七輪と練り物七輪ってじゃあ何が違うの、じゃあ練り物七輪ってダメなのとかっていうと、別にそうではないとは思います。ただ、手作業なので本当に手作りで一つ一つ作ってらっしゃるので、やっぱりどうしてもコストが高いです。そういった人の手が加わっているというか、手作りなのでコストが非常に高くなるっていうところはしょうがないかなとは思います。じゃあ何が違うかというと、練り物七輪って先ほど申し上げたみたいに練ってからこねてギュッとやってるんで、当然密度が高いんですね。つまり重くなってしまう、どうしても。でこちらは珪藻土をそのまま削り出しているのでギュッとしてないので、このね大きさに対しての重量が自分が思っている感覚より全然軽い。多分普通のやつの3分の2ぐらい、半分は言い過ぎかもしれないけど、それぐらいの重量の軽さがあります。であとはですね、珪藻土って中に気泡というか隙間がいっぱい空いてるんですけど、その隙間のおかげで保温効果とか蓄熱性っていうものが実現できてるらしいんですけど、先ほど言ったみたいに練り物七輪っていうのは当然ギュッと型に落ちつぶしてるので、その気泡っていうかその隙間がこういった切り出しよりもやっぱり少なくなってしまう。なので蓄熱性はこっちの方が高いらしいです。であと珪藻土のポイントっていうのが、当然炭を使って焼き物したりするんですけど、
すごい理にかなっている素材らしくて、遠赤外線って聞いたことあると思うんですけど、遠赤外線って物質から発せられる赤外線なんですけど、この珪藻土からも赤外線が出てるらしいんですね。なので炭からも赤外線が出てる。で、熱せられた珪藻土からも遠赤外線が出て、でなおかつ保温性が高いので、蓄熱性が高いので、より相乗効果でより美味しく、外はパリ中ふわみたいな形の焼き物が得意な器具になっているそうです。はい。じゃあなんでこの高価な切り出し七輪を買ったのかっていうところなんですけど、最近私の個人的なところで言うと、日本の伝統なものとか職人の手作りとか技術みたいなのってやっぱり年々少なくなってきてるとは思うんですね。七輪も同様でして、やっぱり職人さんの数が年々減ってきているらしいんですよ。珪藻土ってそもそもどこで取れるかっていうと、石川県の能登半島っていうところ、珪藻土の埋蔵量が日本一なのが能登半島らしいんですね。で、もともと能登半島って海の底にあった半島らしいんですけど、珪藻土の地形らしいです。で、珪藻土っていうのは植物性プランクトンの死骸なんですけど、それがギュッと蓄積されて溜まっていったものなんですけど、それが徐々にその海が下がっていって、その珪藻土の山みたいなのがあるわけですよね、多分。で、そこに削り出して、職人さんが削り出してこういったものを作ってらっしゃると。なのでその能登半島にこの切り出し七輪の製造会社があるみたいなんですけど、今やっぱ年々減ってきてるみたいで、今もうなんか数社しかやっぱないみたいなんですね。やっぱりこういった伝統のいいものっていうのは、僕はすごく継承していった方がいいって思っちゃうタイプなんで、高いものではありますけど、こういった今キャンプブームですし、私もキャンプが好きなので、キャンプを通じてこういった伝統の日本の文化をですね、皆さんが購入したり使ったりすることによって需要が増えて、技術者も増えて、長くねこういったいいものが継承されていくといいなと思う気持ちも僕はあって、今回奮発して購入しました。で、実際にこれが無形民族文化財指定になっているらしくて、2022年3月に石川県珠洲市っていうところなんですけど、作ってるのがね、無形民族文化財として指定されました。この指定を受けたのは能登燃焼機工業株式会社、有限会社丸和工業、この2社しか存在しませんということで、珠洲市の2社さんがこの無形民族文化財指定の七輪となっているそうです。で、私がこれ購入したのが能登燃焼機工業株式会社さんの七輪なんですけど、珠洲市、多分何社か何十社かあったみたいなんですけど、今もう本当に数社しかない感じになっていて、これなくなりたくないよねって僕はちょっとすごく思ってて、なのでぜひ皆さんももし興味持っていただけたら、ぜひなんかこういった良いものは残していきましょうっていうのがちょっと今回の動画のポイントでもあるので、ぜひ最後までご覧ください。はい、じゃあ実際に使い方を見ていきましょう。まずね、この珪藻土ってそもそもなんかピンク色らしいんですけど、見た目とか、そういった塗料につけてるらしいんですね。だからこういった真っ白になってるらしいんで、ちょっとこのまま炭を入れて物を焼いてしまうとちょっとインクの匂いがするらしいので、まずは、焼き入れをするらしいです。で、焼き入れは炭でもいいんですけど、こういった、バーナーでもいいらしいので、こういったバーナーで炙っていきたいと思います。一応目安はですね、こうやって焼き入れをしてピンク色になるといいらしいので、しっかり内側だけを焼いていきます。見えますかね。こうやってインクが焼けてちょっとピンク色っぽくなっているのが分かると思います。はい、今途中まで焼いてみたんですが、違い分かりますでしょうか。こっちが焼いてない方ですね。今ちょっとこちらを焼き入れをしてみました。はい、このような感じで焼き入れをしていきます。はい、今ね焼き入れ終わりました。はい、元々の色がこちらなんで、今ちょっと熱いんで触っちゃダメですけど、上の部分以外の中身ですね、燃焼するところだけ焼き入れをして、やっぱりねバーナーでやるとインクの焦げた匂いがしましたので、しっかりちょっとこちらは焼き入れを、食べ物をね焼く前にはしっかり焼き入れが必要かなと思います。私今回は蓋付きの七輪になりますので、こちらのかぶさる部分にも焼き入れをしていきたいと思います。はい、こんなような感じですね。蓋も、かぶさる部分って本当ここなので、かぶさる部分、ここの部分ですねを焼き入れを完了しました。
ということでちょっと焼き入れも終わりまして、今ちょっと落ち着いたので、今回ですね、私がこの購入した七輪なんですけど、先ほど言った能登燃焼機工業株式会社さんの七輪を購入させてもらったんですけど、これを売ってらっしゃるのが七輪本舗さんという方が多分ネットで売ってらっしゃるんですけど、中間マージンを取られないようにということで、一社でやられてるみたいです。で、私が購入したのが焼き鳥さんま七輪という名称のものでして、こちらがですね、横が約38センチ、奥行きが20センチ、奥行き、この縦が20センチ、高さが2人で21センチの蓋なしだと18センチ高さですね。はい、幅は38センチですけど、この実際にこのものが焼けるところ、この焼き白の部分は約30センチみたいなので、サンマが丸々頭から尻尾まで1本で収まる、で2本ちゃんと焼けるっていうような七輪になってます。この七輪には一応焼き網がセットになっているのと、こちらのですね、同じく珪藻土の五徳が2つ入ってます。で、そこに底上げするためにですね、灰が下にたまらないようにするための、五徳ってすごいロストルですかね、大事なものだと思うんですけど、であとは焼き鳥用に鉄棒が2本ついてきます。はい、これが一応セット内容ですね。焼き鳥を焼く際はこういった形で鉄棒を置いていただいて、ここに串を並べられるっていうような感じですね。はい、でそしてこちらの七輪の底にはですね、ゴムのこういった足が4つついてますね。そもそも切り出し七輪って下に熱あんまり行きづらいらしいんですけど、心配だと思うんで、下には焼けちゃいけないものは絶対置かないように、ちゃんと安全の確保をしてやってください。はい、でしっかりとしたこういったゴムの足がついてますので、滑り止めにもなりますね。はい、でその他にもいろいろ便利グッズを購入しましたので、ご紹介させていただきますね。でまずはこれはもともと持ってたやつなんですけど、耐熱用の手袋、これは東京クラフトさんの耐熱手袋ですね。はい、こちら、ちょっと薄手ですし耐熱だし、こちら七輪扱う時に重要かなと思って買いました。であとは炭トング、これもちょっと Amazon で買ったんですけど、七輪いじる程度だったらこれぐらいの長さでいいかなと思って、で、一応ね、この先端に見えますかね、引っ掛けみたいなのがついてるんで、こうやって鍋なんかを簡易的なちっちゃな鍋とかだったら引っ掛けて持ち上げることができるっていう、優れものです。であとはこちらにですね、この隙間があると思うんですけど、これでなんとこういったものを挟んで持てるっていうね、なんとも面白いギミックですけど、こういったものを Amazon で買ってみました。これちょっと炭トングにしようかなと思ってます。はい、であとはこれ七輪本舗さんで売ってたんですけど、一応底上げ用の網の底上げ用のやつ、これは底上げの網のやつは、土台はですね、こういうような形で高さをぐっと上げることができますね。はい、でこれどういう使い方をするかというと、こういう焼き網、これセットでついている焼き網ですけど、焼き網をセットするとこういうような感じになります。はい、ちょっと底上げされる感じですね。これはちょっと別売りなんですけど、サンマとか焼く際には遠火の方がいいので、これは絶対必要だろうと思って僕は買いました。はい、であとは、ステンレスの網ですね。はい、これはちょっとお肉とか焼くときとかいいかなと思って、こちらも別売りですけど買いました。いかがですか？いい感じですよね。はい、なんで当然ステンレスなんで錆びづらいですし、手入れも楽かなと思って買いました。で、あとは100均で園芸コーナーでスプレーボトルで、下は、多いお茶のちっちゃいやつに入れ替えてコンパクトにしてます。でこれは、炭を入れて実際に料理とか焼き物をするときに、基本的に七輪って火が立ってるときに、物を入れてしまうと焦げてしまうんですね。なので火が収まって本当に炭が白くなって遠赤外線で物を焼くっていう仕組みになるので、こういった
火が出て、例えばサンマとかの油が落ちてしまって火がボワッと出てしまうとサンマが焦げちゃうので、そういう時はシュッシュッシュッと、水を補給してあげます。でただかけすぎると珪藻土に、が脆くなってしまいますので注意が必要です。はい、であとは当然ながら珪藻土でできている、土でできているものになるので、当然雨ざらしとかは絶対 NG ですし、もちろん丸洗いもできませんし、当然衝撃にも弱いわけですね。なので持ち運びのケースも、購入をしました。で専用のケースが売ってたんですけどちょっと高くて手が出なかったので安い、やつを Amazon で買いました。はい、これなんかねアブリアのケースらしいんですけど、上蓋にメッシュで2つ入れ物がついてたりします。で一応中をですね、これもまたホームセンターでこういったスポンジですね、3センチのスポンジをもうぐるぐる巻きにして七輪を保護してますはい、こんな感じですね。底と壁面両サイドもうぐるっと囲むようにして、もうここの間が38センチ ×20 センチでもうピャッとはまるように作りました。これはもう DIY なんで、おのおの皆さんお使いになられる七輪とか買いたい七輪に合わせていろいろ探してみても面白いと思います。僕はこれがぴったりでしたね。はい、でこれのいいところは、これアブリア専用なんですけど、アブリアをくくりつけるためのこういったマジックテープが備わっているので、これがここに七輪を入れた時に、ギュッと、中でねガタガタガタって揺れてしまうと破損の原因になるので、ビラッとやるためにこういったマジックテープは非常に使いやすかったです。実際に今日も車で運んできましたけど、無事到着しましたんで、一応大丈夫かなというところです。あとここに入れているのがこういったものですね。一見普通の袋に見えると思うんですけど、これ実は、墨袋です。すいません、行ったり来たりですいません。先ほど見せたのがこちらの墨袋ですね。これは火消し壺でもいいんですけど、ちょっとコンパクトに折りたためますし、いいかなと思って。でこれ、特殊な素材でできてるみたいで、こういった底をねこうやってやってあげると自立しますので、ここに墨を入れて、ここが内側ねマジックテープになってますから、ギュッと締めてあげて空気を抜いてあげて、墨を消すということですね。で冷えた墨に関してはまた使用できますので、便利かなと思って、まだ使ったことないですけどね、いいかなと思って取り揃えてみました。でこれも全部このケースに入るんでね、いいかなと思ってます。であとは、フェルト、これは溶接用のフェルトを買って、一応僕このテーブルをよく使うんで木製なんで、これを敷いて七輪を置いてあげようかなというふうに思ってます。全て概要欄にリンク貼っておきますので、もしこれ欲しいなと思ったらぜひ見てみてください。であとはうちわ渋くないですかこれこれね丸亀うちわって言って、丸亀製麺って皆さんご存知だと思うんですけど、香川県の丸亀市でなんかうちわが有名らしくて、その丸亀で作ってる丸亀うちわっていううちわで、こういうなんか特徴的なね長細い形で、なんか七輪もなんか合うでしょ、なんか見た目がいいかなと思って、これもなんか伝統工芸品みたいなんで買ってみました。はい、であとはチロリ、これは、七輪本舗で同じく買いました。でこれはこういうようなところにね、こうやってお酒を温められるんで可愛いかなと思って、冬場とかね熱燗とか僕好きなのでいいかなと思って買いました。はい、であとは同じく七輪本舗で購入したこちらは何だと思いますか？なんか薄っぺらいですよね。なんかいわゆるやかんとはちょっと形状が違うと思うんですけど、これ黒ジョカって言いまして、鹿児島県の発祥というか名産らしいんですけど、焼酎を温めるためだけに作られた、ジョカ、これなんか方言らしいんですけど、なんかね火山灰かなんかで作ってるらしいんですけど、ごめんなさいね間違ってたら本当すいません。とにかく土で作られてるわけですよ。でここに
焼酎、事前に、水と割っておいたものを、1週間ぐらい漬け込んどいて、キャンプとか行く時にそのペットボトルとかで持ってきて、でここに入れてですね、この七輪でちび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 温めて、香りを楽しみながらちびちび飲むと。これがねまた美味しいらしいんですよね。でこの取っ手もね、なんか新品なのに古臭いっていうねこれがまたいいでしょ。これ新品ですよ皆さんはい、これもね粋ですよね。こういう風に網を置いてね、こういうような形で、ちび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 温めて、冬の寒い時期を焼酎を飲むと、で日本酒も飲むと、こういうのも買ってみました。はい、はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。切り出し七輪の世界にぜひ皆様も入ってみてはいかがでしょうかという動画でございましたけれども、まだちょっとね使ったことがないので、これから今日キャンプに来てますんで、実際にサンマを炭火で美味しく焼いていこうかなと思っておりますので、次の動画でそれはサンマの焼く動画を撮りたいなと思っておりますので、ぜひ他の動画もご覧いただければ幸いでございます。こういったね、本当に先ほどもう冒頭で言いましたけど、日本の伝統の文化みたいな本当にいいものっていうものは結構隠れてたりするので、そういったものを、こうどういうものでどういう経緯で作られてて、どういう意図があってこんなものが作られているのかということを知れば知るほど、なんか僕はその魅力にはまってしまって手を出してしまった一品なんですけど、もう本当に一生使っていきたいなと思ってます。やっぱり切り出して1個のものを切り出してやってるので、物持ちもやっぱりいいらしいです。大切に使えば。はい、なので本当にキャンプで大切に使っていこうかなと思っておりますので、これから相棒として楽しんでいきたいと思います。はい、なのでもし皆さんよかったら切り出し七輪、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、今回七輪、切り出し七輪の世界でございましたけれども、これ以外もね、なんかいろいろ便利グッズちょっと紹介しましたけど、概要欄にいろいろ貼っておきますので、ぜひ同じようなものを買ってみたいなっていう人はぜひ参考にしてみてください。であとはこのバッグにもね、これ一式が全部すっぽりはまりますね。ちょっとね頭ボコって出ますけど、はい、一応クッションはちゃんと覆ってあるんで大丈夫な感じにはなってるので、ぜひ参考にしてみてください。はい、はい、ということで今回の動画は以上になりますので、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか、高評価とかしていただけると幸いです。はい、じゃあ次の動画ではちょっとサンマを焼いていきますので、サンマを焼くところを見たいだけの人は、スキップしていただいてサンマの動画も見てください。で他の、道具紹介もこれからやっていきますのでよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。